毎日使っているメイクのアイテムと準備もしちゃおうっていうところで、使ってるアイテムもね紹介しながら出かける準備を進めていこうかなと思っております。アイテムはすごくシンプルにというか、昔はねアイテムの数とかがすごく多かったりしたんですけど、どんどんこうアイテム数を減らして、必要なものをどんどん絞っていってるようなところがちょっとこうメイクも共通してきたので、これさえあれば大丈夫っていうものを揃えてみてるのと、あとは最近雪が降って冬なので、だいぶ乾燥がしやすい時期だったりもするので、潤いに特化したアイテムたちを最近は使用しています。っていうのも含めてアイテムを紹介できたらと思うので、始めていきましょうか。まずはジバンシーのプリズムリーブルのプレップ&セットグローミストっていうアイテムです。メカップレスもありながら、ちょっとこうスプレータイプっていうちょっと面白いアイテムです。スプレーをこうふんだんに使ってあげて、スプレーをね塗布した後、体温で全体にこうなじませていくというか、ピタッと密着させてあげるのが結構大事な工程だなって思ってるのと、このアイテム使った後まだもっとすごく潤いが出てくれるので、個人的には数年使っていたいアイテムですね。すごい重宝します。次がダルバのトーンアップサンクリームのパープルの色ですね。だいたいこうパール粒1粒分ぐらいを出してあげて、頬骨の高さがあるところと、ちょっと残ったものをおでこと顎の部分と鼻元にのせてあげて、くるくるってなじませた後に、内から外に向かって自分はよくこうやって落としてます。ちょっと残ったもので根元自分は結構色ムラがあるので、その色ムラも結構均一にしたいなっていうところから、残ったものを目元にスーッと持ってきてあげて、皮全部もう内から外内から外、鼻のところちょっとこう光を集めるじゃないですけど、円みたいになっているので、隠したいところ、カバーしたいところにこちらとかもそうですけど置きがちなんですけど、ちょっと高さあるところに置いてあげると、そこに光が集まってくれるので、錯覚みたいな感じでぼかすっていうのが使われる基本みたいですね。ちょっとこうツヤっと感が伝わりづらい気がしたので移動しました。ジバンシエのミスト下地と、あとはダルバのパープルの下地でこう潤いを与えながら、色ムラの補正とカラー補正とっていう風にして最近は過ごしてます。本当に楽をしたい時というか、もうささっと出かける時はここにアイブロウとあとはリップをして終わりなことが多いんですけど、お出かけする時はだいたい今の2つとプラスジバンシエのコンシーラーですね。毛穴開き目立ちやすい部分をカバーしたいんですけど、ちょっとね明るい色なので、高さがあるところに置いてあげて、鼻のところさっきギュッと入れたところ軽く置いてあげるのと、ちょっと軽くおでこと顎のところ、全体的に高さがあるところだけ置いてあげて、こうドドドドドドって縦に置いていく。で鼻先と顎のところは本当に軽くで、つける量も本当にちょっとでよくて、スポンジでしっかり取ってあげるぐらいの、量をなじませるぐらいの感じにしてあげて、一番最初アイテムを置いたところが一番量が多いというか、明るい色が集中しているので、そこに光がいくっていうところからカバーがされていくっていうようなイメージです。でこれに関しては内外をずっと繰り返す。でもあまりこう厚ぼったくおでこはねなっちゃうと、ちょっとこうポテッとして見えちゃうので、カバーしたいこの毛穴開きがしやすいところのゾーンを中心に一番量は多く取っていて、でそれ以外のいわゆる面になる部分に関しては点量が少なく、余ったもの、スポンジにちょっと残った程度のものくらいで十分なぐらいっていうのが最近のメイクの自分のこだわり。
かるかな、この辺りとかすごく光が集まってつるんってしてると思うんですけど、つるんと見えてくれるので、それがすごく好きで使ってます。パープルの下地を一番最初目元のところに残ったもので入れてたと思うんですけど、自分はもともと目元の色素沈着みたいなものがしっかりあるので、何もしてなくてもなんかこうアイシャドウしてるみたいな目になるんですけど色の補正役割を果たしてくれるものたちに頼ってます。次がアイブロウですね。アイブロウはロム&の03番を使ってます。そう、髪まだちょっとねセットしてないので雑に今縛ってるだけなんですけど、下ろしたりするとブロンドで明るいので、眉色もちょっと明るくしてあげたい。もともと眉毛自体は結構しっかりと生え揃ってくれているので、色を補正するだけで十分なくらいですね。で、のっぺりつきすぎないように結構この入り口の部分でブラシを絞ってあげて、でのせるときは自分は外側からこうつけてあげて、あとはこう毛並みに沿ってつけていく。目より内側に関しては本当に柔らかく、かつあとは立ち上げていくとちょっとこう男性的なかっこいい眉になるので、それを意識していて、で中間からこう外側に向かってちょっとこう毛を倒すようにつけていくことが多いです。色をのせるだけでもだいぶ印象が変わるかなと思うんですけど、本当に眉色が変わるだけでだいぶ垢抜ける気がする。で逆側も同じようにやっていきます。ちゃんとね髪色に眉色を合わせてあげるだけでも全然雰囲気が変わるなというのと、ちゃんと統一感が出るなと思います。アイブロウはあまり描くことはなくて、色を揃えながら、あとはのせた形に沿ってつけていくっていうことだけで自分はアイブロウは終えてます。せっかくだからちょっと軽くねアイシャドウをしようかと思うんですけど、バイレードのコーポレートカラーズっていう色味のもので、もうまた可愛いんですよね。キリッとした印象にしたいので、ピンクとこのブラウンちょっと混ぜて、ブラシの幅分だけのせていきます。キリッとのせてあげたら、つけてない方の面でこうふわふわふわって全体伸ばしてあげると、ちょっとキリッと全体に入ったの分かります？黒目の外側は色を濃くして、黒目の内側は色を淡くしてっていうのをやってます。コンシーラーをのせるときと同じで、一番濃くなる部分はこの黒目より外なので、ここから色を置いてあげると全体的に伸ばした時にもうまくいきやすい。一番外側に濃い色を持ってくるっていうのを結構意識して自分は作ってます。こんな感じでアイシャドウ入るだけでも目元すごくキリッと見えますね。さっきは2つのカラーを使ったんですけど、これをまた下に持ってくるとちょっと重いので、このピンク色のカラーだけちょっと先端にちょちょんって取って、際の部分に少しだけ色を落とす。今のピンクをのせたのはちょっとこう下に血色が入るイメージを作りたかったので、少しだけ色をふわっとのせてます。最近買ってすごい良かったなって思ったのが、マスコードで読み方合ってるかな、マスコードっていうブランドのアイライナーなんですけど、ブラックで3種類あって、その中でも少しグレイッシュな色を購入してみたんですけど、これすごい便利なのが、黒ってすごい強くなりすぎちゃうんですけど、アイラインの引き方によってはけど本当にナチュラルに見せてくれるのと、あとすごい色落ちしづらいなって思った。アイラインも自分はまつげからプラス1センチぐらい出るぐらいに描くようにしてます。
自分はねちょっと奥二重なので目をね閉じてこうピーって引くと思ったよりもアイラインがグインって上に上がるんですよ。なので目元にアイライン引くときは結構開けたまままつげの本当に終わりの部分からちょっとはみ出るぐらいのイメージで描き出してます。そうするとちょっとね淡くラインが入ってくれるので目尻のところをキュッと締めてくれるのが最近は好きで使ってますね。キャットラインとかにするときには閉じて描くのが楽なんですけど、キャットラインにすることがあまりないので、個人的に結構自分の目元は何もしてない時ってすごくぽやっとしているので、この目尻の部分をちょっと韓国メイクみたいにこう横に引っ張っていくようなメイクじゃないですけれど、外側に向かって重点を置いてキリッと締めてあげると自分の顔立ち的にも映えるメイクだなっていうふうに思っています。で最後はアリクションのリップですね。リップもねそろそろ色を合わせて買おうかなと思っているんですけど、このリップのこうツヤツヤっとする感じすごい好きで、次何買おうか迷い中です。こんな感じでリップの色が入ると一気に血色が出るのでね、だいぶ顔立ちが引き締まっていきますね。でここからちょっと髪の毛をセットして完成っていう感じです。髪をセットし終えてこんな感じで毎日のメイクを作っております。髪を下ろすと結構印象が変わる気がする。比較的自分は顔立ちが中性的だと思うので、なんかこうどっちになりすぎず、どっちのいいところも取れるような顔立ちでいたいなという思いでございますメイクをすることって生活の一部になってますけど、本当にアクセサリーをつけるみたいな感覚なんですよね。自分の着ているお洋服とか、特に一世土産のお洋服が自分は多いので、心地よいなと思えるお洋服を身にまとって、それがある種自身につながって、アクセサリーもある種自分をお守りに、ね、こうなるようなアイテムたちを揃えているので、それもね一個自分の自身につながるところですし、で今のメイクアップに関しても忙しくなればなるほど身だしなみをすごく気をつけるようにしています。っていうのも忙しくなって心がせわしなくなった時って一番こう厳かにするのってきっと自分自身だと思うんですよね。見た目に気をつけよう、髪をセットしようとか、ちょっとこう見た目を整えようっていうところが忙しくなると逆にこう自分もね欠けてしまった経験があるので、それを欠けないようにというか、自分の身だしなみを整えていること、なんかこう整えている自分をパッと鏡で見た時にそれが一個自信につながるなと思うので、なんかこう自分自身が幸せでいるためにも自分自身がちゃんと身だしなみを整える術を知っているのがベターなんだなというのを思ったのが20代の半ばぐらいで、それを今でもずっと続けて、で根本がファッションがすごく好きなので、ファッションを楽しむっていう一部として自分はメイクをすごく楽しんでいます。メイクの動画を久しぶりに撮ってみたんですけど、お楽しみいただけましたでしょうか。日頃行っているメイクは自分はこんな感じです。動画の中ではね、おそらくアイシャドウしてない時もあるんですけど、アイシャドウしてない時は今の工程の中からアイシャドウが省かれてるっていう感じです。やっぱりね、メイクってすごい楽しいなと思うのと、メイクに関する動画とか美容に関する動画っていうのも個人的には今後ねたくさん上げていきたいなっていうふうに思っているので、 Vlog ともども楽しんでいただけたら嬉しいです。やっぱりこうファッションの締めになるのは自分は香りだと思っているので、ラルチナ Perfume のパッサージュダンフェを身にまとって今日は終えようと思います。いい香りやっぱこういい香りに包まれてこう身だしなみを整えるってすごく大切ね。そんな感じで
最近の使用しているメイクのアイテムの紹介でした。楽しんでいただけたら嬉しいです。改めてチャンネル登録と高評価、あとコメントもぜひお願いいたします。